決まりきってないもの、定まっていないものには迷いが起こりやすいから時間がかかります。僕は作品を作れないのは時間のなさだけが原因ではないと思ってます。多少の諦めをしないと次に進めなくなってしまうので、結果作れる作品数も減って明確にするということを意識してみてください。皆さんは作品制作に時間かかってませんか？僕も学生時代やフルタイム正社員時代を経験してからわかるのは、リアルと創作活動の両立難しすぎですよね。作品を作るって手を動かせばいいだけじゃなくて、少なからずもっと良くするにはどうすればいいんだって思いながらやりますよね。生活の中の限られた余裕をわざわざ創作に使うって時点で結構努力が必要なのに、そこからさらに今やっている創作活動をもっといいものにしたいって思ったら、またさらに頑張らないといけないじゃないですか。そう考え始めると、創作するのって始めるのハードル高いなとか、余計に疲れてしまって明日の仕事や勉強に影響が出たら良くないなというか、疲れることやりたくないなって思って少しずつ創作へのモチベーションが下がっていく。これ僕も経験あります。ですが僕は正社員時代に余裕ある時間が1日3時間だったにもかかわらず、1週間に2作品はイラストを作っていました。そして今も1週間で1つは動画を制作し投稿してる僕が、どのように考えたら忙しくても作品を良くしながら書き続けられるかを3つお伝えします。まず前提として、決まりきってないもの、定まっていないものには迷いが起こりやすいから時間がかかります。つまり、前もって絵や作品のことについて決め事をすればいいんです。それを踏まえて、1、自分に合った向き合い方が決まっている。例えば、自分は絵が下手で周りに求められてないと思ったとする。そこで何も考えていなければどんどん気持ちが落ち込んでいきがちだと思うんです。けどここで自分は自分の絵を良くしていきたい。いや、失敗はいつでもするもんだという気持ちが決まっていれば、この落ち込むって状態を回避したり、早めに良くするためには落ち込んでいる場合じゃねえって立ち直れそうじゃないですか。そうすれば落ち込む時間がなくなって時間に余裕ができますよね。さらに落ち込む時に受けるはずだったダメージを抑えられて、気持ちの上下を回避して次に進めますよね。そうなれば自然と次の作品を作り始めますし、もし余裕があれば新しいチャレンジしてみようと思い切って新しいやり方を試すかもしれない。で、それで失敗しても成功しても成長につながって作品も良くなっていくじゃないですか。僕は作品を作れないのは必ずしも時間のなさだけが原因ではないと思ってます。どれだけ作品を作り始めることの億劫さをなくすや、失敗した時の心のダメージを軽くして創作活動をできるだけ楽しめるようなメンタル作りが必要だと思うんです。今までちゃんと書かなきゃと体が緊張していたとしたら、まずは自分が気持ちいいやり方や制作方法を使って制作してみたり、人からの評価が気になって仕方ないのなら、人から評価されるための作品と自分のために作る作品を分けて考えたりとか、僕の場合、周りの人が好きなものに自分が寄っていくのではなく、自分の好きなものをどうすれば他の人も好きになってもらえるのかと考えることで、作品と向き合う際の抵抗がなくなりました。向き合う際の抵抗が少なければ、たとえ短い時間しか暇がなくても、まあ少しだけするかと思いやすくなり、そんな状態になれれば暇な時間が少なくても無理せず制作を続けられると思います。皆さんは創作で評価をどれぐらい欲しくて、今どの分野に興味が持てて、どのような表現方法なら楽しく創作できるでしょうか。それらを考えて自分が今一番楽しめて満足できる絵との向き合い方考えてみてください。僕の場合、正直イラストの技術をこれ以上上達させるために練習するのは心が辛いと思い、けどみんなからは評価されたいと思ったので、今このように
自分の声を使って気持ちを表現して動画として作品を作る判断をしました。これによって僕は学ぶ必要のあることは増えましたが、作品制作に対する熱意は今までにないぐらい上がって、少しでも作品に時間を使いたいと思えるようになりました。それに、これ以上イラストの上達のために練習するのは辛いと、イラストの上達から逃げた僕ですが、動画サムネイルイラストを毎回自分で描いているので、意識せず多少は絵の上達につながっていると感じます。つまり、たとえ別の表現に逃げても、上達につながることだってあるんだってことです。抵抗なく続けられる向き合い方、ぜひ考えてみてください。2、制作スタイルが決まってる。ここで言う制作スタイルというのは、今回の作品で何を伝えたい、もしくはどう感じてほしいのかを決めるということです。難しいことを考える必要はなく、例えば悪夢のような攻撃的な作品にしたいとか、淡い光を感じる温かい雰囲気の作品など、つまり今回作る作品がどういうものになればいいかが明確になっているかどうかということです。僕の絵で言うと、今回はこの僕のオリキャラ、田中の絵で説明したいと思います。この絵で感じて欲しかったことは、このキャラクターは外に出るのが好き、子供っぽい元気な子なんだと見る人に伝わって欲しかった。それが伝わって欲しいので、じゃあまずお花畑にいて楽しんでる田中を描こうと。瞬時に発想が浮かびましたし、イラスト1枚ではまだ十分に田中の良さを伝えられないと思い、じゃあ文字とイラストを使った自己紹介イラストをもう1枚作ればもっと伝わりやすいよねと思い、もう1枚作ることを瞬時に決めた。さらに様々な角度から見た田中を描き、田中の子供っぽさを表現させるために少し元気そうなポーズを取らせたら、ただの田中の設計図ではなく、田中の良さが伝わる素敵なプロフィールカードになって、この2枚があったら外に出るのが好き、元気っぽい元気な子という雰囲気が十分に伝わりますよね。そう。感じてほしいもの、伝わってほしいものが明確になっていたから、僕はお花畑という発想をすることができて、さらに途中で物足りなさを感じても元気なのが伝わる要素を足せばいいんだってすぐ判断できて、結果もう一枚描こうとすぐ作業を始められた。その分悩む時間がなく、結果最短で的確に作業を進められたので、作品を作る時間が短かったら忙しくても作品制作続けられそうじゃないですか？それに伝えるべきものの完成像が明確なら、これ良い作品になるのかなという不安も減りますので、作業の時のしんどさ、苦しさも減って、苦しくないからまだ作品制作これからも続けていいかなと思いやすくなりますし、ちょっと物足りなさも感じるけど、少なからず元気な男の子だってことはしっかり伝わるから、今回はこれで出そうみたいな感じで諦めみたいなものもしやすくなります。多少の諦めをしないと次に進めなくなってしまうので、結果作れる作品数も減って、同じ作品に向き合いすぎて、なんか作品作り自体に変化もなくなり、飽きてやる気も下がるので、この理由も含めて今回の作品で何を感じてほしい、伝えたいのかを明確にするということを意識してみてください。そして3、無視することが決まってる。これなんなら一番大事ですよ。ちょっと愚痴言ってもいいですか？僕は小さい頃から絵を描いてきましたが、やはり絵を描いているところを見られると余計なこと言ってくるやつっているんですよ。僕の場合、父親に砂糖と塩を描き分けられるか？描き分けられないんだったら絵をやめろと言われて、その頃の僕はその話を素直に聞いてしまい、気分が下がってしまったんです。けど考えてみたら、僕の父親、そこまで絵に向き合ったことないくせに、ネットで聞きかじっただけで現実を知った気になって、ましてや自分の子供にマウントでも取ってたんじゃないですか？このように今の僕だったら反論できますが、こういうのってある程度人の悪意、マウント、嫉妬などへの知識がないと真正面から受け取って落ち込んでしまいがちですよね。なので僕はこう決めました。先生だろうが
プロフェッショナルであろうが、自分が必要だと思うことしか受け入れません。まあ、その道のプロの人が言うなら、まあ少しは聞いてやってもいいかなとは思いますけど、ほとんどのことは忘れてますね。絵に関わらず、多くのこうした方がいいというアドバイスで世の中溢れていますが、あなたはそれらのアドバイス全部実行できますか？すべてのお話を聞いて実現する前に、もうあなた寿命でこの世にいないんじゃないですか？自分の今悩んでることの解決になりそうなら取り入れますが、真面目に聞くべき話って思ったより少ないなーって今の僕は思ってます。なので、アドバイスされたら一旦すぐ受け入れず保留にして1週間置いて必要ないって思ったら忘れるのがおすすめです。そして聞くときは、へえ、そうなんですね。ありがとうございます。って聞いてるふりをしましょう。あなたはどうですか？どのように活動、創作をしていきたいですか？あなたが成長したり、具体的になるほど、きっと他の人には想像もつかないアイデアや作品、活動方法を思いつくでしょう。ですが、そうなると孤独。頼りにできるのは自分のセンスや勇気だけ。けどそれってちょっと怖いですよね。挑戦すればするほど何か言ってくる人も増えるでしょう。けど、そういう人たちは無視。あなたが今一番ベストだと思うことをやればいいんです。それで失敗しても多少の貯金があったりとか、今はまだ学生だったりとかするのなら、全然失敗していいじゃないですか。それで何か言ってくる人がいるなら、こう思ってください。私はこの失敗をしないと必要なことに気づけない。私の失敗の価値を否定するということは、あなたは私に成長してほしくないと思っているって考えていいんだよね。で、私に成長してほしくない、賢くなってほしくない人に、私のことを理解できるわけないじゃんって。一言で言うなら、今一番必要だと思うことを勇気を持ってやって、自分が安心できる保険も持ちつつ、失敗していくのがいいよって話でした。僕も頑張ります。なので皆さん、応援よろしくお願いします。